エロ熱くなってきましたな。というわけで今日は冷たい麺を作っていきます。渋谷に福田屋っていう老舗の蕎麦屋があるんだけど、そこの冷やしナスそばっていうのが好きでね。あれ食わないと俺の夏が始まらないんだが、ちょっと紫外線強すぎて外出れないんで自分で作ります。というわけで今日使う物はこいつらだ。こうも暑いとあまり料理する気にもならんので、今回は超簡単な作り方でいく。最低限そばとナスとめんつゆがあればいい。あとは薬味。ほんじゃまずおナスから切っていこう。ナスは先の方まで実が詰まっとるんで、かなり先っちょで切り落として、周りのガだけ削ぎ落とす。そしたら縦に真っ二つ。切ったら味が染み込みやすいように隠し包丁を入れる。ナスの皮面は味が通りにくいんで剥かれることも多いが、皮のところにナスニンっていう栄養がめっちゃ含まれてるんで、なるべく剥きたくない。切れ込みを入れる方がおすすめだ。切れ込みを入れたら今度は横に真っ二つ。今回はデカめにカットしてるが、自分の食べやすい大きさに好きにカットしてもらえば大丈夫。ナスは切ったそばからすぐ断面が変色してくるんで、カットしたらすぐに鍋に移す。そしてめんつゆ大さじ2。使ってるめんつゆは人弁ゴールド濃縮3倍のやつ。ごま油大さじ 1.5。油はナスとも相性いいし、この油がスープのコク出しになる。好みで増やしてもいい。ほんのちょっとだけ甘めに。砂糖小さじ1/2。水 100cc。鍋に調味料すべてぶち込んだら火にかけて煮立たせる。これで超簡単にナスの煮浸しを作っていく。調味料をナス全体に絡めたら、蓋をしてナスが調味料を吸い込みくたっとするまで煮込んでいく。だいたい弱中火で10分から15分ぐらい。その間に簡単にスープを作っていこう。水を 240cc。冷やしておいた冷水だとなおよし。めんつゆ 80cc。出し取ってつゆ作ってもいいんだが、冷やすの大変なんでここはめんつゆでサクッと。最近のめんつゆは美味しいんで大丈夫。濃縮3倍なんで、水とつゆ3対1でやってるが、好みで濃くしたり薄くしたりは調整してほしい。そしてこのスープも直前まで冷蔵庫で冷やしておく。ナスもいい感じに仕上がった。こんくらいになれば OK。別の容器に移し冷ます。時間がないときは熱々のまま乗せても美味しいが、冷やすとより味が染み込んでうまい。これも冷蔵庫にぶち込んでおく。冷やす時間がないときは冷凍庫にぶち込むか、こんな感じで氷使って無理っくり冷やす。そしてすでに冷ましておいたものがこちら。この手際の良さ、いよいよ今日の料理に呼ばれるんちゃうか。NHK さん、最近ちょっと枠に困ってたりするんじゃないですか。よかったら色物枠としてこのお礼を。おっと誰か来たようだ。メインの食材は終わり。あとは簡単に薬味を作っていく。シンプルな料理なんで薬味は奥行きを出すためにも大事。大根 200g ぐらい皮を剥いておろす。大根の汁はしっかりめに切っておく。この汁が多いとつゆが薄まるし辛くなる。そして生姜、こいつもすりおろす。そしてギーネ。好みの量を小口切り。そしてラブイズオーバー。軽く水洗いし水気を切る。大葉、香りが飛びやすいんであまり握りつぶさないこと。カットするのも食べる直前が一番いい。で切りやすいように巻く。大葉は裏面に香りの成分が多いんで、表面が外側になるように巻いて切りましょう。はいはいはい。あとは麺を茹でるだけや。お湯を準備。
沸いたらそば投入 100g。 麺はそうめんとかでも別にいい。たっぷりのお湯で規定時間通り茹でていく。茹でてる間に麺を締める用の氷水を用意。茹で上がったら流水でぬめりを落とす。ぬめりが落ちてある程度冷めたら氷水で締める。そしたらキンキンに冷やしたつゆにそばを投入。そしてこちらもギンギンに冷やしておいたナスの煮浸し。もう全部乗っけちゃう。タッパーに残ったつゆや油もコク出しで加えて OK。 そして水分を絞った大根おろし。ふわっと高く盛ると映える。その上に大葉、そして鰹節。できれば本枯節などを使うとよりお蕎麦の味に近づく。つゆにも鰹の味は入ってるが、鰹の香りは非常に弱いんで追い鰹はした方がいいでしょう。入れれば入れるだけうまいんでたっぷり。そんなこんなで完成。冷やしなすそば一丁上がり。いただきます。めちゃうめえわ。これなんです。これ食って初めて夏が来たことを実感します。俺の夏始まったわ。やはりこの主役のナス。これがでかい。キンキンに冷やしたナス。噛むと口の中で冷たいつゆがじゅわっと溢れ出してくる。ナスは体温を下げる効果があると言われているが、めちゃめちゃそれを実感する。俺の体温今めっちゃ下がってる。今冷え性なう。味付けほぼめんつゆだけなんだが、ごま油のコク、大葉生姜の清涼感、ピリッとした大根の辛み、鰹節の芳醇な香り、めんつゆだけの味付けと思えない複雑さ、全然飽きない。日本の薬味は最高だ。めんつゆに飽きたってやつも一度試してみてほしい。トッピング次第でいくらでも化ける。さすがにだしと麺はお店には貸せないが、これ店で食うと1300円するんで、これだけお手軽に近いものを作れるのはなかなかいいんじゃないか。今回モデルにした福田やその他のメニューもいろいろ美味しいんで、ぜひ一度行ってみて、ハマったらこれ作ってみるといい。よいしょ。